皆様こんにちは。神戸街中散歩高やんでございます。今回ね、電車の中からスタートいたします。でね、今回のテーマといたしまして、神戸日踊り越えに異常に狭い地下道のトンネルがあるということなんで、どれぐらい狭いのかというのをね、検証してみたいと思います。で今現在乗っております電車が神戸電鉄で結構ね値段の高い私鉄ということで、まだね関西の登山鉄道としても有名でございます。それでね、電車賃がどれぐらい高いのかというと、こちらね、運転表にもあるように、始発の新海地駅から日踊り越えまで370円。でね、次の停車駅であるすずらん台まで1駅なのに、運賃が250円もかかってしまうというね、高額な電車でございます。で、そうこう言っているうちにね、日踊り越え駅に到着でございます。ここまで新海地から約8分ですね。ここから、日踊り越え駅で降りまして、ここからね地下道トンネルですかねの方に向かっていきたいと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、そうしましたらね、日踊り越え駅のね外へ出てまいりまして、目の前にね、源義経というものがありますね。でね、ここ一ノ谷の源平合戦でね、一ノ谷の戦いで日踊り越えの逆落としというのがあったと思うんですけど、それが日踊り越えがここなので、多分日踊り越えの逆落としは現実じゃないのかなという感じがいたしますね。見ていただいたらこんな感じで、本当に山の中のね小さな町駅という感じですね。トンネルがありまして、でもこう山があってね、もうその駅の向こうはまたすぐねトンネルなんですね。はい、それで、これから向かいます日踊り越えの、かなり狭いね地下道トンネルはこの坂の上の方にあるので、早速そちらの方へ向かっていきたいと思います。はい、そうしましたら坂のね上の方までやってまいりました。ここね交通量がかなり多い、通りなんですけども、ここがね昔有料道路で西神戸有料道路という道路になっておりました。でね、この道なんですけれども横断歩道が全然ないんですね。そのために、横断歩道をね渡らずに渡る人がいて非常に危険だということで地下道ができたということなんですね。で、この道なんですけれども、神戸からですね幸せの村や日踊り越え、そしてすずらん台の方へね向かう道路なんですけども、この道を通らないで、北の方に行こうとすると有馬街道とか、あと須磨の板江戸の方をねぐるっと回っていかないといけないので、かなり遠回りになったんですね。でね、先ほどのバスが止まってたねバス停の方までやってまいりました。でこの下にね地下道がありますんで、これからね向かっていきたいと思います。で今回の地下道はまだね割と広い方の地下道だと思います。でね、前看板出てまいりまして、こちらね、事故多発安全な地下道ありというになってますね。それぐらいねこう交通量が多くて結構飛ばす車が多いんでね、事故をすると悲惨な事故になってしまうという感じですね。でこう階段降りまして、反対側はね緩やかなスロープがあるんですけれどもね、ここからね下へ降りていくとカーブミラーがありましてね、地下道が出てまいりました。目の前にね日踊りの道となっていますね。この上がね先ほどの幹線道路が通っているんですね。でここの、地下道は、高さがね2メーター50センチぐらいあったのかな。で幅も2メーター50か3メーター近くあると思います。割とね広い地下道ですね。ここはね割と行き来しやすいですね。で反対側まで出てまいりました。で次に、ちょっとね狭い地下トンネルの方に向かっていきたいと思います。地下道トンネルですね。階段ね、先ほどとは違う階段ちょっと登ってまいりまして、でね右へ曲がります。
でこのね左上が先ほどの、幹線道路になってるんですね。で目の前建物がありまして、先を見るとねなんか変な看板出てまいりましたね。こちらね頭上注意ってなってますね。ということはこれが地下道トンネルなんですね。通称土管トンネルというものなんですけども、本当に土管ですよね。で高さを測ってみると、このね地面からメジャーを伸ばしますね。これ1メーター70センチになってるんですけど、ここね角がテーパーになってるんで、実際1メーター68センチほどですね。ちょっとね狭いですよね。で上頭当たってもいいよね、クッション張ってるんですが、その下コンクリートなんで頭下げ損ねたら結構痛いですよね。はい、それではね頭を下げて入ってまいりましょう。私の身長が170センチなので、ちょっとね頭を下げて入る感じになります。でね前を見ると蛍光灯がねちゃんとついてまして、人が通るようにはなっておりますね。で下はこのようにね、コンクリートがまっすぐ鳴らされてまして、歩きにくいということはないですね。スムーズに歩けるようなところになっております。で前の方見てねまた進んでまいりまして、トンネルをね出ましたら結構絶景が待ってるんですね。これで左下の方線路が見えるんで、あちらがね日踊り越えの駅ですね。駅のすぐ近くにこの土管トンネルがあります。でねさらにここよりも狭いところがあるということなので、これからそちらの方へ向かってまいりましょう。階段なんですけど、左へ曲がらずにねこの階段の右側、一旦ね先ほどの幹線道路に上がりまして、でここから約150メートルほど離れているので、そこまで歩いていきたいと思います。でこのすぐ上がバス停なんですね。でね先ほどのバス停から約150メーターほど歩いてまいりました。でね一番狭い、地下道トンネルというのはこの左手の方にあるんですね。はい、左の方ね降りていきまして、目の前ね赤色のカラーコーンがあるんですけれども、何やら道のようなものがありますよね。そう、こちら右へ曲がるんですね。パッと見頭上注意となっているんで、明らかに人が通る地下道トンネルであるということは明らかですね。でここのね頭上注意の看板から見ても分かるように、明らかに低いというのは分かっていただけると思うんですけども、こんな感じですね。で実際私がねここのトンネルの入り口まで歩いていって、どれぐらいの高さなのかっていうのを見てみたいと思いますね。テクテク歩いてきまして、私の身長が170センチで、頭が完全にトンネルの中に入ってないですよね。ということはどれだけ低いかということなんですね。はい、では実際メジャーを使って測ってみました。149センチ弱、約148センチ、150センチないんですよね。かなり低いでしょう。ね、子供でも小学生ぐらいじゃないといけないですよね。はい、では入ってまいりましょう。でね、ここ途中で折れ曲がってるんでね、かなり不気味なんですよね。でさらにこちらね、右すぐ上のところにかなり大きな日踊り越え墓地というものがあるんですね。だから余計ねドキドキしてます。でね歩いてたらいきなり後ろから大きな音がしましてね、ドキッとしてね、びっくりした相手ね。でここ左へ曲がっていって歩いていくと、先ほどのね幹線道路、先ほどねトンネル出て幹線道路までほとんど階段というか坂道がないでしょ。それぐらい低いということなんですよね。やばいでしょこれ本当に。これがね驚異的に狭い地下道トンネルということですね。日踊り越えのね。はい、はい、で今回ね日踊り越えの異常に狭い地下道トンネルというのをお送りしてまいりました。でこれね反対側は
まだね割と高いんですよね。反対側はね、確か160センチ近くはあったのかな。だからね、出口に向かい出すとちょっとね、トンネルが高くなるという感じですね。はい、今回の動画いかがでございましたでしょうか。今回の動画良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価、あとね、コメントなどいただけましたら大変嬉しいです。こんなトンネルねあるよ、こんな地下道あるよっていうのね、またお知らせいただきましたらまた見に行きますんで、よろしくお願いいたします。それではまたね次回お会いするまで、さようなら。